KP コネクトでどういう仕組みを作っていくのかということを考えた際には選択肢は小森さん一つでした。収益性は上がってるんで、そういった意味でも非常に戦力になってくれる機会というふうに感じています。結局やれた仕事が外注に出てしまうというか、そういうチャンスロスみたいなものは、導入前に比べて非常に少なくなったなというふうには感じております。検品なしで進めています。単納期にあとコスト削減に貢献するかなと思います。創業は1950年、柏工場、ここの工場移ってきて、ちょうど8年目になりますけれども、ここに印刷と製本加工、発送、書籍管理の工場が集積しているというふうになっています。出版から学産、子ども向けのですね、絵本などもやってます。商業印刷も幅広く手掛けております。ある意味お客様の多様性に恵まれているということが言えるかなというふうに思います。実績をきちっと分析をし、次の施策に生かせるようにと、あるいは受注活動に生かせるようにということで導入をし、そうした取り組みを始めたわけですけれども、柏に移設をし、本社とどうつなぐのかというところが肝になってたわけですけれども、出向下版管理室という下版を司る部署と、それから印刷の管理のところがうまくつながるということで、大きなモニターも入れてですね、予定表などが共有できるようにしたと。で、今回 RP 導入するにあたっても、これまでお客様に提供してきた商品、あるいはこれからのお客様の要請に量的にも質的にもそれを上回ることができるようにということを前提にしながら、KP コネクトで分析をし、ご提案いただいた RP を決めたということになります。学産の出版社さんから支給される紙はほぼ 95% 特寸の紙なんですね。で、特寸っていうとやっぱり、前版よりちっちゃくなる。天頂方向、加えと加え尻方向がだいたい12、13ミリは短くなるんですね。両面でするとなるとやっぱり型具合の機械を選ぶしかないと。両面機で一番難しいとされている表裏検討であったりファンアウト、ここのところは紙の種類によってやっぱり伸び縮みが激しいもの、激しくないものあるんですけど、安心して表裏検討、ファンアウト含めてストレスなく作業できるっていうところが大きな原因ですね。はい、印刷は今オフセット万葉機が3台あって、10月前は4台あったんですけど、ダウンサイジングして3台に減らしてということですね。前年2台の印刷機5名で担当してたものが今年は1台なんで4名、それだけでも1人減ったにもかかわらず前年に追いつくような売り上げを機械別で達成できたってことは、1人分の人件費がその単体の機械だけで見るとやっぱり収益性は上がってるんで、そういった意味でも非常に戦力になってくれる機械というふうに感じてます。オペレーターさんが慣れていって、さらに稼働率、生産量が上がるのかなと。まだ伸びしろは十分あると思ってます。印刷機の中でのデジタル化の進化が目を見張るものがあった。 PDF 照合であったりナンバリングであったり、そういったところが人の目で確認してたものを機械がやってくれる。オフセット印刷には傷、汚れ、ブランへこみ、これはつきもので、それに関しては CTP 出力した後、今まではやっぱり人の目で確認しなくちゃいけなかった。そこを機械で見てくれる。オペレーターの精神的負荷がものすごく軽減されてるって
っていうのを感じました。基本検査装置で大きな反応がなければ検品なしで進めています。単納期にあとコスト削減に貢献するかなと思います。検査装置で、エラーが出たやつに対してナンバリングが入っているおかげで厳密にシートを見つけてくれるので役立ってます。印刷中は8色分の濃度を KID の画面に出して印刷してるんですけど、不具合が出た時 KID の画面に不具合箇所が出るのですごい便利だなと思います。濃度を見れてるので危険の回数が減らせています。半替えの一発目のしずりの検討ですね、そこも精度がかなり上がってる。とにかく OK シートになるのが早いイコール予備紙を、使わなくて済むっていうところです。デジタル化として必要な自動検討マークであったり、コントロールスリップ、あそこはもう色を管理する上でなくてはならないものなので、そういったものが正規の寸法よりちっちゃい紙でも入る。吹き出し口が多いおかげで結構紙の中までエアが通ってくれて薄紙も安定して実際出てます。でリーバリーも爪竿の話が安定して落ちてくれるので高速回転になって特に暴れるとかそういうのも少ないので躊躇なく上げられるかなと思います。総務部の方から、印刷機の実績集計をもう少し精度高いものを取りたいということで、やっぱり一番は生産管理側での予定の組み方が今までに比べて非常に効率よくなった。印刷の進捗がわからないと、都度現場に電話しないとどこまで進んでいるのかわからないという現状があって、今画面上でKP コネクト共有してますので、画面で一目見ればどのジョブがもうどのタイミングで始められるかとかっていうのが一目で分かるようになったっていうのがものすごく進んだ点ですかね。印刷機は1台だけはKP コネクトプロは、iPad 上で作業するという形で運用はしてますと。で製本加工機も基本的にはiPad での作業実績の入力ということになってますと。導入後導入前っていうことでいうとやはりそのジョブの進捗に対しての意識というかそういうものもだいぶ変わってきたのかなっていうのは見えてきましたね。結局やれた仕事が外注に出てしまうというか、そういうチャンスロスみたいなものは、導入前に比べて非常に少なくなったなっていうふうには感じておりますね。売上は伸びてますね。工場内の作業関係のスケジューリングをKP コネクトに一本化するっていうのを今進めてますと。一つのジョブのその作業時間とかが、KP コネクト内で全体が見れるようになるともっともっと効率よくものが作れるようになるのかなと思ってます。下販してからどれだけ早く製品を工場の外に出せるかっていうことがコストメリットとしてはものすごく大きいですし、リードタイムを短くするっていうことで言えば、営業の受注活動の大きな武器にもなるのかなということで、そのあたりはちょっと検討していきたいと考えております。私たちは印刷と製本を中心とする生産体制と市場構造を持っている私たちの会社の信頼と適切な収益が得られる事業構造を維持し継続しなければならないということと、印刷と製本以外に、きちんとした収益構造を確立しそれを発展させると、この2つを両立させる企業を作ろうよと、そうした企業をこれから3年5年の中で完成させていきたいなというふうに考えております。